じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。昔僕が憧れた F430 のもうスペチュアレモデルですね。これはスクーデリアですね。これはスクーデリアです。はい。でスクーデリアもなんかいろいろ種類があって、はい、このスパイダーとかもあったんでしたっけこれ。あ、それ 16M。 16M でしたっけ、はい、それが屋根が一緒なんですけど、はい、台数が圧倒的に少ないですね。こっちは基本限定車ではなかったんですかこれは。あ、一応限定車です。あ、限定車なんですか、はい、でこれ珍しい大体みんな赤とか、はい、白とかのイメージなんですけど、はい、これ黒なんですね。そうです。ネロって言います。これまた珍しくて、でこの430のいいところが結構まだ横幅のサイズがそうっす、まだギリギリちょうどいいです。ちょうどいい1900、はい、ちょっと20ぐらい、はい、いやーいいですね。やっぱり430といえばこの薄いこのフロントマスクにこのヘッドライトじゃないですか、はい、もうこのヘッドライトめちゃくちゃかっこいいなと思って。これスクーデリアなんと中カーボンなんですよ。あ、本当だ、すごっこの辺もなんかゲームとかでは分かんないですよね。そうです、分かんないです。すごい。でここがデイライトみたいなついてるんですかね、ここがね。あ、そうそうそう。これデイライト多分これなんだウィン、はい、あんまり気にしてないからへえ、かっこよ。でこのフロントバンパーもかなり430の純正とは全然違いますもんね。そうですね。フロントはちょっと違う感じはするんですけど、そこまでリアの方がすごい分かりやすくて、まあめちゃくちゃやってるわけじゃないですけど、はい、ここら辺のリップとかが、はい、ついてたりとか、この辺もカーボンなんですね、全部ね。そうですね、基本カーボンですね。でこれ多分これバンパーとかも全部カーボンなんでしょうね。そうですね、カーボンですね。だって明らかに塗装のノリが全然違いますもんね。トランクとかもカーボンになってて、かっこいい。あともうこういうところのダクトもね、はい、やっぱ男心くすぐるなと。かっこいい。いやーでも昔僕もこういう車いつか乗りたいなと思ってましたけど、はい、こういう車ってやっぱ若い子乗れないじゃないですか。トラックの後ろとかにあった430スクーデリア赤が従業員だったら乗れますみたいな運送会社あったじゃないですか、はい、僕もああいう会社に入りたいなって小さい頃めちゃくちゃ思ってたんですけど、これなんかさっきお聞きしたら実はこれまさかの車用車なんで、はい、これ車用車なんですねこれ430スクーデリアが。そうです。うちの従業員であれば、はい、一応みんなに乗らせてる福利厚生という形でこのスペチュアレモデルが、はい、でまさかの、その他にも何台か。そうそう、RS も991の GT3RS も近おじさんと一緒の、改造はしてないですけど、あれも車用車で、あとはアルファードと最高じゃないですか。ランクルがあるんで、いろんなこう車好きが VIP も行けてスポーツカーも好きな子も行けるっていう。すごい。じゃあこれもう車好きにはもうめちゃくちゃもってこいの会社で、そうですね。多分ローンとんない子を、僕もずっと車好きだったんでフェラーリ乗りたいなとか、そういう子を変な話会社乗り上げて従業員のみんなの決勝なんで、これを分かち合いたいなっていうので車好き欲しいな。いやーかっこいいな、僕もそんな社長になりたいです会社的にはどんな事業内容なんですか。うちはゼネコンさんから工事を請け負って管理したりシンプルに施工したりっていう形で、じゃあもう建設業、大きく言うと建設業。そうですね、大きく言うと建設業。詳細は概要欄にぜひ車好きは、あと結構ねゼネコンさんも年収が高いんですよね基本ね。そうですよ。施工管理とかだと多分普通に求人出てるのでも多分1000万とか平気で出てるんで、多分一番手の届きやすい年収1000万かなっていう。確かにぜひ僕も職に困ったら行こうぜひお願いしますすごい。まあさておきそのスペチュアレモデルがホイールもそうですけど、やっぱこのスクーデリアのこのロゴ、このなんて言ったらいいでしょう、この塗装ですよね。これそうです。これシールじゃなくて塗装なんですよ。すごいですねこれ。よく見ると塗装なんですけど、パッと見たらこれステッカーなのかなと思って。僕も最初ステッカーなのかなと思ったら塗装じゃんと思って、シルバーもねちょっと深みがある。やっぱりラッピングとは全然違うような。その現行の296もここセンターラインで入れるオプションがあるんですよ。オプションあるんですか。塗装で400万しますから。高えもうそれだけで余裕でM3 とか買えちゃいますからね中古で。ライン入れるだけでと思って。すごい。であとこのホイールもまた珍しい。これ金なんですね。金が珍しくてめちゃくちゃ珍しい。僕もあんま見たことなくて。あんまり僕もホイールかぶらないんで即バレしますね。そう、即バレするというかパッと走ってても社員さんが乗ってたら一瞬で分かる。そうですね。ちょっといかついんですよね。いかついですね。変えなくていいかなっていう。そうですね。でこれもまたブレーキがめちゃくちゃ下の方についてるこのカーボンセラミック。ホイールもそうですけど、まだこれ19インチだとちょっとちっちゃく感じますもんね。そうです。まだタイヤ効果優しいんですよ。優しいですね。優しい金額。確かに235の3519ですもんね。そうです。ポルシェより安いんで。ポルシェ2021ですからね。あっちの方が全然高いんで。ですね。でこのカーボンローターもなんかフェラーリって独特ですよね。独特です。カーボンですみたいな。カーボンですみたいな感じ。炭ですって感じですね。結構多分このホイールナットとかもチタンなんだろうなっていう。すごい。でもこの辺のフレームとかももうほぼね見えちゃってるんですよね。インナーのカバーとかがほとんどなくて簡素化されてますよ。だいぶですよね。軽量化のために。でこのフェンダーとかもおそらくカーボンかなっていう。であとこのドアもおそらくこれカーボンなんじゃないかな。開けた方がいいですか。ぜひ開けてもらっていいですかこれ。ありがとうございます。うわえぐ
ちょっと内装は後でニヤニヤしたいんで置いたとしても、これやばいっすねすごっ。なんかこれを見るだけでも仕事を頑張ったなっていうかそうですね、従業員さんこれだけ見るだけでも嬉しいんじゃないかなと思うぐらい。でも従業員も二極化しちゃってるんで、フェラーリの革の匂いが好きって子もいるんで、これなるほど革の匂い全くしないんで、革がないんで革ないっすねないっす。なんなら革っていうよりかもうこのバックスキンの匂い。そうです、カーボンかバックスキンしかないっていう。すごっ。このスペシャル感はやっぱり430にはないっすよね、やっぱりね。一応なんかここがなんかフェラーリがチャンピオンになった記念に作られた、あ、すごい。 F1 のシリーズチャンピオンで記念に作られたバッジが貼られてる。この車2007年とかですもんね。そうです、おそらくねシューマッハが最後に監修したモデルっていう。もうこの辺とかもやばいじゃないですか。もうカーボンしか見えてないですよ目にそう、ここカーボンなんですよ全部がちょっと後で見たいですけど、このフロアもね、もうここ全部もうフレームですからね、ここ全部。下は何もない。そうです、何もないです。何もない。で後ろはこれまさかのロールバーが入ってるというねもうすごいね。でこのロールバーもちゃんと頭が当たらないようにそうですね、クッションパッドみたいになってるんですね、これ。いやー、これは見ちゃうともう買っちゃいますねこの辺ダッシュボードとかも全部アルカンターラが使われてて、でグローボックスこれですか？そうです、何も入んないですこれなんですか？これ小学校の幼稚園児が持っていくなんかそうっすペン入れみたいな。あとここがすごい作りがしょぼくて、本当だ、バニティミラーのすげえ。これで化粧しろってなかなか地獄ですよねこれ。図工の工作レベルのクオリティなんですよね。ペラッペラだちょこちょこフェラーリ抜いてくるんでね。いやー、そうですね。もう武骨じゃないですか。そうですね、すっごいやばい。これやばいな。こういう発想にならないですよね。やっぱイタリア人独特だなっていう。ドイツ車では絶対これ作れないですね。そうですね。けどポルシェも言うても紐じゃないですか。確かにあれも異常ですよね。あれも異常だなと思って確かに。でこのミラーも、はい430だけどカバーなんです。カバーが全部もうカーボンですね。素晴らしい。ちなみにこの車 F430 より100キロぐらい軽くなってるんですもんね。そうです、だいぶ軽くなってて。すげえよな。だってもともとが軽い車を100キロ軽くするって相当とんでもないことですからね。この後ろも変にウィングをつけたりじゃなくて、そうですね、このダックテールでこれもかっこいい。ポリカーボネート製のこれやばいっすねザ軽量化してますと言わんばかりと。でこの辺のネットからもね全部熱が排熱されたりとかで、このエンジンルームもこれ重さとか大きさに耐えられないからこう骨が入ってるんですね。そうですね。でこの骨すらもカーボンすごい。これも全部ドライカーボンなんでしょうね。全部カーボンですね。でこの430の僕ねこのテール好きなんですよね。ああ、458とかも好きなんですけど、はいはい、シングルになったじゃないですか。2頭になってから、はい、4頭フェラーリだなと思って、F8 とかもかっこいいって、はいはい、かっこいいですよね。自然とちょっとまじまじで見ちゃうんですよね、どうしても。今大体丸目じゃなくなってきちゃってましたよね、フェラーリ。ですよね、はい、今もう296とかもマクラーレンみたいになってますよね。そうですね、だんだんそっちに近くなって。確かに。だってこれもピニファリーなデザインですもんね。そうですね。ですよ。でこのチャレンジグリルがこの辺もかっこいいですね。かっこいいです。全部ドライカーボンもう怖い。後ろからちょんってぶつけられただけもう怖いあとここも全部もうドライカーボンのねバンパーなんでうねうねなんですよね。そうですね。すげえ安っぽいうねうねじゃなくて全部カーボンですよってこう言ってくるようなちゃんとしたカーボン。そうなんです。であとこの下のピンがもうちょっとこれ低すぎませんかっていう。いやこれだからフェラーリ多分あるあるなんですけど、辰巳とか駐車がめっちゃ一人だとやりづらいっていう。ですよね。引っかかってこれバキッてやっただけではいうん百万。いやー終わりですね。多分ここ丸ごと交換みたいな。えぐい。まだカーボンじゃないだけでちょっと、ここはカーボンじゃない、ここがカーボンだと何かあった時にもうすごい金額になっちゃうんで。ですよね。で補修ができないんで、後ろもそんなやっぱ見えづらい車でもあるんで、しかもこのスクーテにはバックモニターついてないんでやば喧嘩ってますよ社員さんもめっちゃ大変だこれでこの辺もねちょっと F1 チックですよね、やっぱりね。そうですね、かっこよくて。でマフラーも今のちょっと裏感みたいな感じですけど、そうですね、このセンター出しというかちょっと離れたセンター出し、普通の430だと4本出しなんで下にもう少し下にこの辺に出てますね、はい、でまたねマフラーのこの中も素材が高そうなんですよねこれ。でこの辺の太鼓とかもちっちゃいよみたいなエンジンルーム開けますあ、ぜひぜひお願いします。お、もう開いた時の音がなんかペラって感じなんですよはい、うわペラペラっすね。ペラペラやば。こんなペラペラでいいんですかっていうぐらいすげえ。これエンジンからこのマフラーのこのスペースが全くないんで、やば。まあ本当に無理やり触媒とかここにねあったりとかして、でこっちが多分ね消音側の、バルブ機構もちゃんとついてるんですね。だからこれ停車時とか結構静かなんですよね。コールドはうるさいですけど停車時はまだこの辺とかも全部カーボンですからね。
このカーボンちょっと異常じゃないですかこれほぼほぼカーボン。今のフェラーリって全部オプションじゃないですか。この辺もここの辺はオプションじゃなかった。純正だと思うんですよね。ですよね。スペチュアレモデルは。かっこいい。ちょっと異常なかっこよさだなこれ。外に置いてたら日焼けしちゃってやっぱ白くなったり黄色くなったりしちゃうんで。一応中には置いてますですね。あとこれもエンジンルーム開けてね、お子さんとかいたらこれ触っちゃいますよね。そうそう、これ触るなって書いてある。触るな。これ本当だ。そうこれ触っちゃいますよ。でこの辺は吸気ボックスがついてて、この辺の作りももう F1 みたいですもんね。そうですね、ほとんど F1 から来てるんで。でエンジンの長さ、ここよく見たらエンジンはあそこなんですね。そうそう、エンジンそこめっちゃ先っていうだいぶ下にマウントされてるんで。ですね。いやすごっ。これオイル交換とか全部大変なんだろうなと思って。いややばいでしょうね。これはちょっと自分ではやりたくない。V8 なんで2つスロットルがねついてて、でヘッドというかヘッドも全部カーボンなんですね。そうですね。でもうフレームとかも丸見えじゃないですか。丸見えです。なんすかあそこがもう六角で止まってますよみたいな軽そうな感じがもう伝わってきます。フェラーリとかポルシェってペラペラになればなるほど金額上がっていくじゃないですか。そうなんですよ。あの世界がよくわかんないです。じゃあちょっとこれ内装いいですかこれ。じゃあすいません。いやドアもやっぱ軽いですね。軽っ。本当に軽いですねこれ。ペラペラだ。で内装行くと、この辺はスペチュアレモデルのフルバケが入ってる感じですね。そうですね。ここが多分裏がカーボン、多分 RS と一緒ですね。ここがカーボンだって。本当だ。これはね、本当だ。ポルシェと違っていいところはここ調整できるんですよ。ここでこっちが調整できるんですよ。 GT3 のクラブスポーツみたいな感じですよね。RS だと調整できないじゃないですか。そうですよね。あれ結構嫌な人多いですからね。もうフルバケの車外みたいな止め方しちゃって、でこの辺はもう全部アルミですもんね。この辺も全部この辺もあそこから配線全部見えますからね。あそこ下から見ると。本当だ。もう本当にスペシャルモデルというか、ちょっと座ってみていいですか。はい。ちょっとこういう車もう貴重すぎて、でメーターとかも全部このカーボンですね。そうですね。黄色もあったような気がしますよね。そうそう、これ確か色は選べたはずなんですよ。でもやっぱ赤かっこいいですね。僕赤が好きなんで。赤いいですね。ただレッドゾーンどっから来るんだろうみたいな。でも上がちょっと色が変わってるんですね。そうです。赤に。でも大体こっちのインジケーターでここついてるんだ。こっちで分かる。全然これで十分。ハンドルとかも全部ね、ここの辺はアルカンターラになってたり、常にスポーツレースで、これがウェット。常にどこですかいつも。大体レースかちょっと遊びたい時はここ一切りしてます。怖い。この辺のボタンとかも全部なんかあれなんですね。こういう感じなんですね。やっぱここだな、一番興奮するのは。ここだわ。なかなかないですよね。本当ここっすね。あともうなんかね、ここが武骨じゃないですか。圧迫感あるんですよ。圧迫感が。グッてこっち右に行きたくなるような。この辺も全部スクーデリアロゴです。そうですね。若干この辺のフォントのなんかエンツォの時代みたいな感じですよね。ちょこちょこ古さがいいっすね。それがいいんですよね、またね。じゃあこれちょっとエンジンかけてみてもらっていいですか。はい。でブレーキ踏んだまま、そうですね。長押しです。おお、エンジンのかかりいいですね。結構正規で買ってるんで。正規ディーラーから販売されてる車って多分スクデリアないと思いますね。僕もずっと見てるんですけど。この振動お尻かゆくなってきました。GT3RS と大して変わんないかなぐらいは。そうですね。RS と変わんない感じで。メーターもこれ360キロですからね。僕その内装がない車がやっぱ好きなんですよね。変態ですね。変態ですね。基本的に。社長がこれぐらいね、やっぱ車好きで社員にも歓迎してくれてたら、それはやる気になりますよ。すごい。でこの辺は。これもなんか F1 マジックですけど、なんか独特なやつなんですね。これ確かなんかスーパーファスト。なんか普通の430とはちょっとミッション。スーパーファスト2ですよね。2なんか違うっぽい。599が確かシフトスピードは 0.06 とかだったらしいんですけど、それが 0.03 になってるらしい。でもやっぱ PDK と比べちゃうと全然ちょっとバカだなってなります。多分乗ればショックがやばいですか。シングルクラッチなんでガチャーンみたいな。でもそれもまたおもちゃ感があって、でもそれを楽しいっていうオーナーさんは結構いますね。一応まだこれも2007年ぐらいの車でまだ3万キロっていう乗ってる方かもしれないですけど、だいぶ乗っちゃって購入した時どれぐらいだったんですか。購入した時は2万7000とかですよ。もう半年ぐらい4000キロとか。やばいですね。ペース最高っすね。乗らないともったいないな。あったら乗っちゃうじゃないですか。確かに。僕も盆栽とかは全然したくなくて、走らせて時間が一番楽しいんで。そうですよね。やっぱ走っててなんぼですからね。ちょっとだけ空ぶかししていいですか。はい、いいですよ。うわ、吸気音すごっ。 GT3 みたいです。うわ、ダメだ、これは興奮しちゃう。これエンジン切るときは、エンジン切るとここピッて、もうカチャッとカチャカチャって逆に回してもらえば。そうっす。
じゃあこれちなみにトランクってカーボンなんですか？これトランクカーボンです。ちょっと最後見ていいですか？いやーすげえ。結局 NA 好きな人ってずっと NA っすよね。そうです。一瞬、488とかターボに寄り道したんですけど、音がここが全部カーボンになって薄っこれ薄すぎません？めっちゃ軽いですよこれ。やばいっすね。うおい想像以上に軽くておおってなっちゃいましたよ。RS もだいぶ軽いじゃないですか。そうですね。でも RS よりもしかしたらこのボンネット自体がちっちゃいんで、ちっちゃいんで、そこがちょっと軽さを。うわーすごい肉抜きもされてる。かっこいい。で中はもう完全にもう内装取っちゃってますよね。これ全部叩いたらもうあれですもんね、フレームですもんね。はい、これ溶接むき出しなんですよ。溶接めっちゃ汚いんですよこれ。やばっ本当だ。なんかこれ本当にイタリア人が酒飲みながらブエーってやったんじゃないかっていう。じゃあこれはぜひ NA の行動を、車って走っててなんぼじゃないですか。走ってなんぼなんで、ぜひじゃあそのシーンをよろしくお願いします。はい、今本当こういう車の動画も少ないんで、ありがとうございます。めっちゃ楽しい。やばっ。シングルクラッチもう今貴重ですからね。ないですか？壊れそうな感じしますよ。あ、本当ですか？普通でも壊れそうなのに、多分スペチュアル系だとガツガツつなげますもんね。寿命削ってるなっていう。じゃあそのままここ一周して帰ってくるよな。あ、了解です。さあ最初のつなぎからもうググググっとつないでますよね。足もやっぱ硬いですか？硬いです。硬い。おお。硬いです。やっぱ GT3 優秀なんだな。いや GT3RS 一番いいです。それなんかみんな言うんですよね。本当にあれ買っとけばマジ間違いない。車好きだったらあれ買えばもう多分一生あれで暮らせます。そうですよね。あれを売りたいなってすぐなる人って乗ってない人かなっていう。乗ってない人かもう本当に投資目的で買った人とか、走りが好きだったらあれ絶対刺さるんで。いやそうなんですよね。結局走り好きだと絶対あれ外れないですよね。外れないです。低いから怖い。こんなミッションシビアなんですか？すげえこれ面白い。でもやっぱパワーありますね。結構パワーあります。だいぶ滑ってたんで今。ミシュランのパイロットスポーツ 4S じゃもう物足りてないんで。でも頭いいなと思うのは全然その破談しそうな感じじゃないですもんね。てか車が軽いっす。フェラーリスピンする人って、ガガガガってなった時に、多分慣れてない人だとあのまま踏み続けちゃったりとか、ちょっとスパーンっていくんですよ。そうっすよね。あそこでちゃんとコントロールできる人だったら踏んでも大丈夫なんですけど。全然大丈夫ですね。これすごいな。だってこれ2007年8年っていうことは GT3 もまだ出てない。そうっすね。まだそうですね。出てないですね。多分997の世代ですね。ですよね。逆にそんな時代にこんなミッションが。3号初期とかと同い年です。あ、なるほど。そう比べると確かに DCT 出始めか、シングルクラッチが成熟した時ですよね。ちょうど変換期みたいな。面白。あーでも車の軽さが全部伝わってきますもんねこれ。めちゃくちゃ軽いっていう。軽い。足は硬いっすね。硬いっす。こういうのが多いですよね。このバタバタっていう。いや面白いな。いやスクールエリアの一番面白いのコーナリングが好きで。ああ確かに。なかなかフェラーリ乗ってる人でコーナー攻めたりする人いないじゃないですか。軽いんでスパーンって入るんですよ頭が。ですね。入りすぎて逆にちょっと怖いんじゃないかなと思うので。ちゃんと走らせないと楽しくないですね。そうですね。ちゃんと踏むとめっちゃ面白いみたいな。だってこれ MR ですもんね。MR ですよね。GT3 とどうですか？フロントの接地感とかどっちの方がありますか？フロントの接地感はこっちがあるんですけど、やっぱりウィングがある分、高速域になったら RS の方が安定します。ああなるほど。何もせぐーっと効いてくる感じは RS の方がいい。いやいいっすね。どっちもそれを味わえる環境めっちゃいいじゃないですか。でそれが従業員さんも乗れるっていうやばい。車用車430スクーデリアはやべえ。いやでも国産のスポーツカーがまだラインナップ1台もなくて、なんか欲しいっすね。今一応なんか従業員で年1ぐらいで投票して欲しい車決めてるんですよ。面白。僕の枠、自分が欲しいのまず買って、ある程度従業員乗らせたいの買って、そうですね。従業員が3号いいなっていうので。いややっぱり3号ですよね。いやでもあれも結構乗ったことあるんですけどいい車なんで。そうですね。この車
3000回転ぐらいで走ってると結構音うるさいですね。4000とかでも。だから多分シンプルに純正で比較した時にうるさいのは多分スクーデリアだと思うんですよね。確かにすげえ綺麗。音が綺麗ですよね。V8 っぽくないですよね。全然なんかフェラーリの V8 音がすごい音色が綺麗というか綺麗ですよね。高音になるんでなんかドロドロ感がないんですよね。確かにこれ純正マフラーでこれですからね。純正なんで。いやーすげえな。やっぱフェラーリっていいんだよな。男一度はフェラーリ欲しいなっていうわみたいな。いやイタリアの花馬とドイツの花馬ですね。悩ましい。どっち乗ろうかなってなっても悩みますね。これ両方買うのが正解ですね。どっちもあればどっちもあれば。なんせこの車のいいところは今の車にはないこの軽さがあるじゃないですか。軽さがだいぶあれですよね。100キロ軽いんですよ。ですよね、はい、100キロって本当人間成人男性だったら 1.8 人分ぐらいありますからね。RS でもうただでさえ結構軽いじゃないですか。軽いっす。それよりさらに軽いんで馬力が本当一緒なんですよ。全く一緒。500。そうです。結構似たような。そうです。確かに加速感もわりかし似た感じはありますね。ちょっと変速ショックがある分、いや用意ドンでバンってやったら、はい、RS の方が速かったです。あ、やっぱ速いですか。PDK 優秀でしたね。いや優秀だな。でもこのいいですね。この命を削って走ってる感じがクラッチが減りそうなつなぎじゃないじゃないですか。あ、そうですね。なんかアベンターとかってブワーってやるんですけどマニュアルの操作でバーンってつないじゃうみたいな。あ、でも今これマニュアルで走ってるんで、はい、マニュアルの方がなんかこれショック少ないんですよ。あ、へえ。オートマに戻すとなんかもっとっていう多分アベンタ感があって1テンポ2テンポぐらい遅れるっていう。まあただオートマで乗ってたら本当に低回転で引っ張ってくれて そんなにしんどさはないです。しんどさないです。渋滞が地獄っす。あとクラッチの温度とかも上がってきたら嫌っすね。車壊れるんじゃないかっていうのとシンプルにこの毎回繋がれるこのガクガクがガクガクで酔いそうになる。酔いそうになる。すげえちゃんとローンチもついてる。そうです。ローンチ使ったら壊れるんで使わないでくれ。はい、絶対壊れそうです。怖い。ディーラーから言いました。シンプル壊れる。壊れるけどつけるっていう。まあこれもフェラーリのロマンですね。イタリア人らしいという。確かになんかもう RS を乗り慣れてるのかせいか、内装がなくても全然苦痛じゃないですよね。違和感もないし苦痛じゃないですよね。男の子に持ってる車ですね。女の子はどうだろうな。フェラーリっていう特別感あるかもしれないけどがっかりされますよ。フェラーリって内装開けたらいやなんもねえじゃん。なんもねえ。原価グレードだと思うんですよ。一番安いグレード。まあ一番いいんだったら F8 とかのスパイダーでね、赤内装とかだったら優雅な感じですけど、わざわざ高い車を買って内装を剥ぐという謎すぎる男にしか理解できないですね。でもそういう車の方が価値がね上がっていくっていう謎の市場です。市場ですからね。ポルシェフェラーリは内装なくなればなくなるほど金額上がるっていう。車ってなんか本当独特な世界ですよね。そうですね。メーターもかっこいい。まだこのドットのそうですねロゴとか入ったの。やっぱマニュアルモードがいいっすね。マニュアルモードでぶっ飛ばすのが一番スッキリしますね。頭が確かにスッキリしますね。どちらかというとこの車に似た軽快感ってなんだろうなって。今の車だとなかなかないじゃないですか。ないっすよね。だからコーナーが絶対楽しい。楽しいです。頭の入りが軽いっすもんね。軽いです。全体的に軽いです。はいはい。でもその路面を結構掴んでる感もちゃんとあるんで。そうですね。多分これをタイヤをカップ 2R とかにすればまたベタっとしそうな。食いついてくるんで。あといいのはこのエンジンが見えるのがいいですね。これがポルシェと違うとこ。全然違うっすね。もうやっぱポルシェとかだと全く見えないですからね。フード開けても何もないですからね。そうなんですカバーだけっていう。エンジンも遠いじゃないですか。RR って、はい、MR だとやっぱりもうエンジンが背中にいるんで。でも夏地獄っすよ。あ、本当ですか。はい、暑いっす。前から冷房で涼しい風来るんですけど、後ろから温熱来るんでで黒ですからね。黒はね、もう結構地獄です。マニュアルもうわこのミッションやばいな。ミッションの揺れまで感じますもんね。揺れまで感じスナイダーとブルブルっていう感じも壊れた感じしません？ね、本当になんかハブあたり大丈夫かなと思っちゃうぐらい。あーすげえ、めっちゃ綺麗だわこの音。あと430の音っすよねこれって。独特。めっちゃいい音。
ブリングも何もしない。そうそう、バブリング純粋な NA。軽さがなんかドキドキさせるというか、RS 乗りになったら分かってくる。そうですね、軽さがドキドキ。すごいなこれ、本当独特すぎて。なんかフェラーリはやっぱフェラーリの良さちゃんとありますよね。ありますね。そのランボはランボのスペシャル感もありますし、メーカーごとに特色が結構あるので。そうですね。すごい、このエンジンの鼓動は GT3 とかにはないな。そうですね。エンジンのこのやっぱ近さと、あとはこのフェラーリの洗練されてる V8 というか、振動がこれもろに伝わりますよね。そうですよね。雑味がないですよね。すげえ気持ちいい、この変速。内装がないから本当全部振動も伝わってくるんだよなこれ。してる感すごいっすね。ああ、すげえ。加速感はでも結構 GT3RS 似てます。似てますよね。上になればなるほどこのうわーっとモリモリくる感じとか。いやー、これやば。ポルシェと違う楽しさがだいぶ。コーナーも結構安定しますね。安定してて楽しいです。ウイングがない車に感じないような、これは走りたくなるな。走りたくなります。やっぱさすがに F1 作ってる会社だけありますね。そうですね。そこでちょっとポルシェと差を感じますね。そうですね。やっぱこのインジゲーターがやっぱ回したくなりますね。ピカ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 してますね。スポーツでも全然電子制御機器わかんないですね。わかんないですね。もうそもそもちょっと僕はもう古い車なんで、そんなに強く介入してこないんで。よく458のスペッチとかも4パッパピストンもそうですけど、結構スピンして事故ってる人も多いじゃないですか。海外も日本も。フェラーリってやっぱ限界、制御の段階が多分遅いんでしょうね。遅いというか、なんかギリギリでガンって入っちゃうんで、なんか今のだとなんか効きすぎて逆にスピンみたいな。逆に強制的に戻そうとして。あとそのディーラーさんが言ってたのは、まあけどそもそもあんまり飛ばし慣れてない人がいきなり飛ばしちゃうと、さすがにスピンやった時にそうですね、お釣り返せないとかっていう。そうですね、結局この車を最初に乗ってもやっぱうまくはなさないですね。だからやっぱり順を追ってやっぱ順を追う車としてはやっぱりもうちょっと86とか、ね、あれから正統派でいけば多分そんなになんか車用車で86のなんか RC とかもいいかもしれない。ああ、それいいなと思ってます。それいいっすよね。はい、ロードスターとかいや、ありがとうございます。ありがとうございます。これなかなか刺激的っすね。結構面白いですよね。面白いですね。